はい、ということでね、お次はね、ものすごいね、バンライフ調の車両をね、乗せた車があったんで、こちらの車両の方をね、見させてもらいたいと思います。ということで、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。すごい車両があったんで、ちょっと見させていただきたいんですけども、こちら、ベース車両は、ベース車両はハイゼットのジャンボですね。ハイズとジャンボ。はい。で、そちらの方にシェルを搭載されてるんですね。このシェルは手作りで、そうです。すごい車両ですけども、これ、全部木製で。木製ですね。はい。おしゃれなシェルでちょっとびっくりしたんですけども、どうなんかでもこのつらつなるような感じの木目調のものにされたりとか、窓も大きくてキャンピングカーのねそうですね。ものが取り付けられてます。のキャンピングカー用の窓をアマゾンで買って。アマゾンで売られてるんです。そうあ、知らなかった。じゃあちょっと中の方気になるんで早速見させてください。カメラ入ります。おお、広い。車内がね、なんだろ壁天井の仕上げが漆喰になってますね。塗ってます。イタリアとかローマとかそこら辺の壁みたいな感じになってます。左官ごてでそんな綺麗に仕上げる技術がないので、適当にやったら逆に良くなっちゃったっていう。もう味しかないってやつなんですけどね。中はテーブルと椅子になってて、はい。中で座って対面でくつろげるようになってますね。で、窓が大きいから光もね、採光もすごいしっかりされてて、車内がね、白いんで、電気つけなくてもめちゃくちゃ明るいです。今日雨降ってるんですけどもね。で、何かの多分ここがギミックだと思うんですけども、ね、こちらにはね、でかい収納があって、後でちょっと中見させてもらおうと思うんですけども、壁は漆喰で、床はクッションフロアですね。クッションフラーですね、敷かれてます。はい。うわー。で、多分ね、相当いろんな隠し機能があると思いますんで、それで早速伺ってみたいと思います。はい。お願いします。じゃあはい。あ、すごい下駄箱なんですね。へえ。お邪魔します。実はここがですね。はい、机ですね。はい、机が。二段折り。足一本物だとちょっとはみ出ちゃうんで、二段折りにしてます。なるここがこほういう状ど。態で一人目が。寝れるように。はい。もう10秒ぐらいでベッドになりました。はや。よかったらちょっと座っていただいて。あ、はい。もう一人がですね。おお。これで二人が。ベッドが2つ目が出てくるんですね。はい。あ、段違い式の2人就寝だ。うわー、面白い。で、夫婦でもずっと横並びで寝てると喧嘩するなということで寝る高さを変えて仲良く寝れるように。なるほど。あ、これで夫婦円満の秘訣がここにあるんですね。ちなみにこれどちらがご主人さんで奥さんなんです。僕の上に寝てます。あ、なるほど。夫婦円満の秘訣はね、男の人が上で寝ることだそうです。ありがとうございます。で、こちら、はい。で、こんな感じでもうワンタッチで、あ、すごい。ベッド展開がすごい早いです。板を置いて、引っ張るだけで出てくるんで、下のベッド10秒、上のベッドで5秒ぐらいでベッドになります。すごい。だから普段使わないときは、ここでも入ってきても頭も使えないしっていう、考えられてますね。ありがとうございます。で、こちらの方には、何か箱があるんですけども、こちらはどうなってるんです？これがですね、まず下からなんですけども、はい。あ、収納が、はい、引き出しがあって、いろいろごちゃごちゃ突っ込んでありますね。はい。あ、押して出てくるタイプなんですね。そうですね、プッシュオープンタイプのスライドレール使ってますんで、つまみがないから邪魔ならないやつですね。そうですね。で、2段目は、2段目が冷蔵庫が。おお、大きい。これ大きさ、これに合わせて作られたんです？おおむねそうですね。これが欲しかったんで、一応入るようにと。へえ、冷蔵庫が。すごい。で、一応エア抜き用の穴を。あ、排熱がありますもんね。はい。ここにもつけて。あ、なるほど。で、こっち強制排気用にファンが。よく考えられてる。一回エア抜きの穴つけないで動かしてたらやっぱり冷えないんですよね。ダメだったんで。で、この上側が、おお、カウンターのテーブルですね。はい。高さがすごいちょうどいいです。実はですね、こういう状態でおおむね同じ高さ。
あ、すごい辛い位置になるんだ。あ、ポータブルギャレー、はい、これも作られて、すごいかわいい。あ、こんなんあるんですね。やっぱし車内でこの手動使うのは便利ですか？そうですね。でもそこまで使わないんで、せいぜい歯磨きぐらい、あとまあちょこっと汚れたものをゆすぐとか、それぐらいですかね。なるほど。なんかこの置いてあるこのケースもなんかすごいおしゃれでからこれ奥行きなんかに関しては、やっぱりこれが入るものとか冷蔵庫入るものを考えて作られたんです。これは作ってから見つけました。たまたま。こういうの見つけたら気持ちがいいですよね。そうですね。すごい。で上にはねクーラーもあって、はい、だからその電源があったら車内も冷やすことができて、はい、で車内がねこの漆喰に塗られてるんですごいねなんていうのかな、落ち着いた感じというかの車内になっててから、やっぱしね作る人によってその DIY 車両って一台一台違うんでね、本当にびっくりです。ちなみにこちらの車両は製作期間どれぐらいだったんですかね？土日だけだったんで、やっぱり8ヶ月9ヶ月ぐらいはかかってる、でもそれぐらいの期間でこういった2人寝れるキャンピングカーが作れるというすごい車両です。ありがとうございます。本当にね素晴らしい車両で、なんだろう、自分たちが使いやすいように設計して作られてる車両、で本当にねびっくりしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。よし、ということでお次はねこちらの車両を見させていただきたいと思います。こんにちは。こちらの車両はベース車両は何でしたか？スバルサンバーですね。スバルサンバー、でこちらの車もねすごく改造されてるということなんで、ちょっとね見させていただきたいと思うんですけども、まずですね、もういきなりなんですけども、ここですね、これはこういったものがあるんです。これ純正でスバルが当時純正で出したんですよ。こんなものがあったんですか？はい。これも車中泊用に作られてるようなやつです。これをじゃあ当時のスバルは販売されてたんです。そうですね。はい。もう手には入らないんです。もう全然入らない。僕ね本当にこれ初めて見ました。これ一回もうダメになってまた張り替えてるんですけどね。あ、網を自分で張り替えたんですね。へえ。あ、で反対側にもついてるんですね。はい、そうです。わあ。でちょっと外装教えてほしいんですけども、はい、天井にはソーラーパネル積んでるんですね。はい、ソーラーパネル。はい、これ何ワットぐらいあるんです？これ200ワットですね。200ワット。はい。で、はい、ここから見たら分かるようにマックスファンが取り付けられてて、アンテナにもついてる。はい。で中もなんかだいぶ改造されてるみたいなんで中もちょっと見させてください。向こうから開けますかね。はい、お願いします。おお、中ね一人用に作られてるんですね。そうですそうです。ですね。はい。一人用に作られてて、はい、マットも敷いてあって、はい、壁の方にはね収納がねしっかり置かれてます。上はね木を張ってあってバンライ風で収納もあります。あれ、これはもともとそういった車です？いや作ったんです。自分で、はい、もう中がね、キャンピングカーのような感じになってます。だから電子レンジとかが入ってるビルトインのテーブルが作られてて、IH ヒーターにギャレーもあります。でこれ FF ヒーターの出口、はい、でテレビもあって、で電装系もねめちゃくちゃしっかりしたのがついてます。収納もね細かくされてかわいい。これのスイッチでいろんなものが操作できるみたいです。あ、電気もしっかりつきます。すごい改造で、しかもベッドは、少し上げてあるんで、ここに収納があります。へえ、すごい。ちょっと開けてみていいです？ちょっときついからですね。あ、すごい。ポットとかがね収納されてます。これはすごっ。食べ物類とかがいえやっぱし上に収納する方が足元広くなりますもんね。で、感激くんもあって、これ十分ですもんね。暑いその頭とか冷やすとか部分的に冷やすのが、すごっ。これを作られたんですね。作られた途中なんですけどね。まだ途中で、はい、完成はないですね。あ、なるほどいいお話です。ということで、こちらのサンバーバンを DIY してキャンピングカーに、されてる車を見させてもらったんですけども、本当にねすごい車両でびっくりしました。でももっとびっくりしたのは、こういったキャンピングカーを作られてるグループがあって、そちらでねめちゃくちゃすごい車がね作られてることが分かったんで、もしよかったらぜひね寄らせてみてください。本当にびっくりしました。撮影させていただきありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということでお次はこちらの車両なんですけども、こちらがねもうちょっと実はとんでもない車両なんですよね。で、車見させてもらう前にちょっとねお話を伺いしてもらおうと思うんですけども、こんにちは。こちらはシルバーの軽キャンになると思うんですけど、そうですね、はい。これは市販じゃなくて自作品なんですか？そうです。これベース車両はもともと何なんです？これは軽なら何でもいいです。でシェルを自分で作られた。そうです。これ市販品じゃないんですよね。はい。で、僕ちょっと見させてもらったら、そのとんでもない技術力の高い車で、見た瞬間に、ね、嘘って思ったのが、これはボディは横はアルミ、アルミです。あれ軽量のために。はい。軽量化のためにアルミなんですけど、これね、アルミってね、こんなに綺麗に貼れないんですよね。作れないというか、だからもう専門的な知識がないと多分できないような車両で、これ発泡スチロールにええ、極端に言うとコーティングでくっついてる感じです。そんな方法あるんです？要はパネル工法です。1枚の発泡スチロールと中はベニヤなんですけど、ええベニヤと発泡スチロールとアルミの板をコーティングで貼り付けて1枚の板にしてる感じ。そんな方法があるんです？そうすると薄い板でも発泡スチロールで強度持たせてるんで歪みが出ない。だからボディがね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。アルミをね、細工したら大体ボコボコなんですね、皆さん。だからここまで綺麗な車両がないんですよね。で、発泡スチロールにくっついてるんで、それの板と1枚になってるんで。僕からしたらその発泡スチロールに接着できる技術がどんなものなのかがすごい気になるんです。センターで売ってるコーティングで大丈夫です。うちのコーキングガンのコーキング、そうです。あれでくっついてるんです。そうです。で、正直なところ、この車見た時に、この作りだったら重たすぎるだろうと思ったんですけど、今の話聞いたら発泡スチロールの中に挟まれてるから相当軽くできてるはずなんですよね。はい、すごっ。だから骨も極力、骨もまあ一応アルミで組んであるんですけど、ええ、極力骨も入れないで板を曲げてそこで強度を持たせる。曲げ板加工で。そうです。ええ、だからこれもつなぎも本当はこれが骨になってる。あ、ここにフレームがあるみたいな。そうです。こういうふうに下から来てる板が曲がってて、えで上からの板がこういうふうに曲がってここでつないでるんですけど、この曲げたので中側を張ってる。だから結局骨を入れないでその曲げたので中と外をを作ったつない。でる。すごいすごいいいです。キャンピングカーさんのメーカーさんなんかは基本的に FRP ばっかり使われるんですけども、 FRP だと軽いようで結構いいんですよ。これじゃやっぱりその相当1枚は軽いようなそうです。これはちょっと1ミリ使ってるんですけど、ベニヤを、いえアルミを、もうちょっと薄くもできるんですけど、ちょっと強度も出せるのとか、ネジ止めるのにあまり薄くいいとネジも止められないんで1ミリ使ってる。ああ、なるほど。で、じゃあちょっと外装こっち側をちょっと前から映させてください、今度は。で、このバンク部分もすごいのが、これアルミでぐーっと曲げて作ってあるんです。こういう系つくんですね。すごい。で、こちらの車がね、すごいのがこの外装が総アルミっていう部分だけではなくって、もういきなり行こうと思うんですけども、それがね、こちらなんですよね。飛び出る形式になってるんですよ、本体が。で、これがね、とんでもない技術で、今A&Z さんとかダイレクトカーズさんが横にね、こう飛び出す車っていうのを今回初めて発売されたんですけども、それをもうこの軽キャンで自作されてるんですよね。ですごいのが、この車がもう存在してること自体が僕もうびっくりして、しかも DIY ですよね。これはもう一台同じようなの作ってるんですけど、もうそれはもう10年以上前に、 10年以上前に、はい、これはやってこれを10年以上前にされたんです。ちょっとものすごい車で、これスライドレールで2段にして飛び出せるようにしてるんですけども、これが1、2、3、4なんで、多分5つの使われてるから相当な荷重に耐えれるようになってるはずなんですよね。ただメーカーさんと作りが違うのは、メーカーさんは石とかなんかで上げてるんですよ。中を。そう一段上がってるんですよ。これがレールがそこへつけられるんですけど、これ畳をフラットにするために向こうとの段差を床をなくさなきゃいけなかったんで、だからもう床がフラットなんですよ。中の床はフラット。はい、これの入るともう床がフラットに床に入る。
この高さで床がフラットになってるんです。じゃあ早速ちょっと中の方見させてもらっていいですか。あ、じゃあ土足 OK なんです。だから靴が抜くところが雨の時でも土間のついてる車です。キッチン部分は結構表でなんかやることが多いじゃないですか。でもうそのまま土足で上がってキッチン使えて、で表で使えるように土間になって、あと靴が抜ける。すごい、これはすごいコンセプトです。じゃあちょっと中取らせてください。じゃあ靴でいいですか。靴で全然大丈あ、だす。じゃあ早速お邪魔します。よいしょ。おー夫。今コーヒーメーカーと製氷機そこに乗っけになってるんですけど、本当はそこがシンクと二口のシンクと流し、コンロと流しになってるんですけど、その下はこれが置いてあるだけなんで、外すとここはじゃあギャレみたいなシンクがこれの白いやつ取ると、この下がシンクになってる。シンクと二口のコンロが入ってる。だからガスとかなんかこの中に、ここにガスが入ってるんですけど、あ、本当だ。水はここに入ってる。すごい。コーヒーメーカーも電子レンジもちゃんとねビルトインになってます。すごい。で冷蔵庫もねキャンピングカーでよく使われたタイプの分のがめちゃくちゃ綺麗に収納されてます。で上にはね収納もあります。で車内なんですけども、足元からこんな感じで、今ちょっと頭かがめてるんですけども、これぐらいなんで160センチぐらいは中ぐらいですね。ありますね。はい。すごいです。で反対側の壁には洋服ダンス開けさせてもらってもいいですか。ありがとうございます。わあすごい。奥行き10センチしかない。奥行き10センチの洋服ダンスがあります。でこういうので5枚ぐらいは入りますね。あと下にこういろんなズボンとかそういうものはここら辺に、長物も下に入るんで、ここまでは入る。すごい。棚が10センチなんですけどね。ちなみにこの棚も作られたんです。全部そうです。普通にねこれ作りがね、この板だけじゃなくてもう枠を作って、内側の壁もこっち黒にして、こっちはねまた違うものにしてっていう感じの作りしてあるんで、なんだろう、ただただ板をつけただけの作りじゃないです。もう家具になってます。ありがとうございます。下側はここはFF のヒーターが。なるほど。で風がこちらが出てくる。でそれはクーラーです。こっちクーラー。その下にクーラーが入ってて、ここからクーラーの戻りで、こっちからクーラーの吹き出しがそっちにする。クーラー。はい。床下にユニットが入ってるんで。家庭用かなんかの。いや、スポットクーラーです。スポットクーラーが。寝る時だけ冷えるぐらいですね。なるほど。昼間はいらないんで。で、気になってるこちらなんですけども、こちらがねすごいです。畳の和室がなってます。しかもめちゃくちゃ広い。こんなことになるんだ。うわー、すごい車。で横に広がってる分でこれが縦にするとちょうどこっちまでの大きさ K の荷台の大きさになってるんで、これがはい、だから1メーター9セミダブルのその上のマットレスがちょうど入る。なるほど。中もう和室です。これはすっご。でこの広げる寸法っていうのは、ええサービスエリアとかそういう時で広げた絵も、ええ車線枠の中に入る寸法にしてるんですよ。なるほど。うん自分のスペースではい、収めれるようなサイズになってるんですね。で飛び出し幅も多分ですけど60センチぐらいあると思うんですよね。で今回ね市販化された飛び出す車っていうのはね、飛び出し量50センチなんで、そちらよりもねなんか大きいぐらい出てます。でなるほど、内側から外に押して広げるようになってるんです。これはそうです。この金具で通常時はロックをして到着したら押し出す。で押し出して畳でロックするような感じですかね。そうです。へえ、すっごっ。その真ん中の畳がスライドを中に入れた時に、その中に入った上にちょうど収納できる。そのスライドが入ってくると、そこで出た分が入ってくる。入ります。そこへその畳が乗っかるようになる。この上に。はい。へえ。だから万が一そのロックをし忘れても、その畳がロックになる。だなるから出ない。ほど。だから二重ロックなんです。
この畳はこのユニットが入ってきたらこの上にね乗せることで向こうに飛び出ないようになるから、ここのロックをし忘れてもこれ自体がロックになるみたいです。すっごいめちゃめちゃ考えられてます。でバンク部分にはこんな感じで荷物が置けるようになって、こちらがテレビですね。テレビでかいです。アクオスがついてる。でこちらに収納開けさせてもらっていいですか。はい。よいしょ。うわーでもすごいこうやってね勝手に保持するタイプです。でこの作りももう本当にね家具のようになってます。作業が細かい。でさらにね天井にはマックスファンがついてます。うわーでここには FF ヒーターの出口ですね。あったかい。そこ FF とクーラーと引き出しがそこについてる。そこですね。はい。ねこれはすごいです。とんでもない車両が出てきました。で多分ねこちら皆さん気になると思うんで、収納の方をねちょっと見させてもらいたいと思います。こちらをねちょっと収納してもらいましょう。まずはこんな感じで畳を外して、はいお願いします。でおパチッとでロックで畳を上げることでロックトリプルロック、はい。すっごここだけでもね茶の間みたいな和室になってます。一応タノマみたいにテーブルが茶の間風です。おちゃぶ台が茶みたいです。ミニちゃぶ台がうわかわいい。テーブルはこれです。すご一人で使うんで小さいです。すごい。これはとんでもない車両ですね本当に。ちなみに制作期間はこちらどれぐらいかかってるんですかね。中間3年ぐらいボディの外板だけ作ってこれ投げといた。で正味制作だけだったら 2,3 ヶ月ぐらいです。やろうと思ったらそれぐらいでできる。そうです。とんでもなくすごい車ですねでちなみにね重そうに見えるんですけども、多分この車本当に相当軽くできてます。軽量にはしてます。うんはい。すごい車。だから外部収納を見てもらうと分かるんですけど、外部収納あるんです。床がないって言った方が早いんですかね。床がない。これ収納。これ全部床の下が収納になってるんですけど、スペース確保するためにこれがバッテリーなんですよ。これ薄いフレームの間にバッテリーを入れてるんですよ。これがバッテリーです。厚さ8センチで、これは12ボルトバッテリーかなんかです。そうです。リチウムの300アンペ8センチしかないんです。ア。はい。バラでこうフレームとフレームの間にこう入れてる。だからフレームが5センチ、これ床のフレームが5センチあるんですけど、そこの間にこうだからフレームより3センチしか出てない。これそういったものが市販されてるんです。いやいや、そのフレームにあってこれカバー作ってそこに自分でなんか組み込んでバッテリーを組み込んで。リン酸鉄といやそこに一つのバッテリーを乗っけると邪魔じゃないですか。大きくてでこれ邪魔ですね。下ろした時に上に固定されてないとバッテリーと別になっちゃうんで、これはここに足が立つようになってて、で3点受けで10分か20分あれば下ろせます。すごい。だからもうここはトラックの荷台そのままで、床トラックの荷台利用して床張ると重くなるんで。なるほど。だからもうここは空洞になってて、この上がもう床みたいな格好で、その隙間にこの自作したリン酸鉄リチウム。そうです。でそこでスポットクーラーが入ってきて、そこからダクトで出てないんへえ、すごいアイデアの塊。とんでもない車両です。うわー、これ全部自分で開発されて、すごい。まだまだなんかこういったすごい車両が隠されてるんですね。足元。ありがとうございます。ちなみにお仕事はどんなことされてるんです？本業は空調です。空調屋さんビル関係とかそういうもの空調さん。の。はい。全然これは職業別です。職業別でこの仕上がり、とんでもない車両です。うわ、なんかね DIY の域を超えてるレベルのもので本当にびっくりしました。ちなみに市販化はいつですかね？いえ、市販化はすると結局同じものって作りたくないんですよ。だから何台も作ってますけど毎回同じものって何台もということはいろいろこうやって車両たくさん作られてるんです。そうですね、趣味で。趣味で。テレビチャンピオンっていう番
あ、えそれで出た車がテレビチャンピオンで出たことがあるんです。これ作ったんですけど、これは1週間で作りました。これを1週間で要は1週間で作る戦いなんで、僕この回見てない。今どっかで再放送見れないんですかね。その後制作会社からそれ見たので、所さんの番組、そこのところっていう番組なんですけど、開かずの金庫とか、わかりますわかります。それの正月特番で出た3年連続、この間の暮れのも、知らんかった。ごめんなさい。あんましテレビこのチェックしてなかった間の暮れはちょっと車じゃなくて船作って、船、サウナの船、サウナの船。はいすいません。もうめちゃくちゃ有名な方と知らずに申し訳ない。ありがとうございます。そんな有名な方が僕の動画とか見てくれてたんです。ありがとうございます。申し訳ないです。ありがとうございます。はい、ということでね、こちらのとんでもないキャンピングカー作られた方は、もうとんでもなくね、すごい方でした。で、こちらの車両もね、本当にすごい車両で、もうビルダーさんとかで市販されてるもののもうレベル超えてるような考えが詰まってる車両で、も本当にびっくりしました。いい車両を目指していただき、本当にありがとうございました。めちゃくちゃ感動しました。最後にね、一遍出してもらってます。おおもともとそういった車です。いやいや作ったんです。自分で。はい。おおあと仲間と一緒に。仲間と一緒に。さっきの山田さんの仲間と。すごい会があるんですね。そうですね。本当にちょっとよかったら一度覗かせていただきたいです。もうぜひ本当にちょっとご連絡させていただきたい。連絡先お伺いしておいて。はい、今ね、ちょっと緊急で動画を回せるんですけども、今回最後に紹介させていただいた銀色のキャンピングカーシェルを作られた方なんですけども、あちらの車両は千葉県のとある工房で作られたシェルとのことで、他にもね、いろんな車両があるよというふうに教えていただいて、見させていただきたいんですけどもというふうにお願いしてみたら、急遽ね、OK をいただくことができましたんで、イベントが終わった直後ですけども、今ね、こちらの方に向かって車をね、走らせます。ですんで、次回の動画は、シェルが作られてる工房の方にね、潜入した動画となりますんで、皆様ね、次回の動画をお楽しみにしてください。はい。ということでね、頑張っていきます。